はい、どうも介護でございます。ということで、今日なんですけども、久しぶりの鮮魚ボックスシリーズ。僕の所属してる事務所から900万人おめでとうということで、魚いただきました。鮮魚ボックス。それもうめちゃくちゃでかい。あんなでかい海鮮ボックス初めてなんじゃないかなというぐらい、すごいでかいのいただきましたので、まず開けていきます。それがこちら。よいしょ、表。過去一大きな海鮮ボックスってことでね。それではこちらを、まずは開けていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。過去一大きな海鮮ボックスっていうことでね。わかります？このデカさ。もうめちゃくちゃ重いし。一体何が入っているんでしょうか。魚ですって言われてるんでね。魚が入ってるのは間違いないんですけど、僕も何が入ってるのか、全然知らされておりませんので、開けて確認していきたいと思いますね。にしても、思って。豊洲からね、送られてきております。豊洲市場もね、今度また行きたいと思ってますからね。でも多分豊洲市場動画行けるんかな。動画多分撮れないだろうな。動画の場面もないかもしれないですけど、また今度遊びに行きたいなと思ってますよ。じゃあ開けていきますね。よっ。はい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 。やばい魚がおるな、早速。この時期に買うといくらすんのっていう魚が入ってます。1魚種目、こちら。じゃん。こちらがですね、クエですね。うわぁ、神経抜き、血抜きというね、もう最高の処理が施された天然のクエ入ってましたね。これどうだろう、3キロぐらいかな。3キロ、4キロぐらいのお手頃サイズのクエですね。でもこのサイズでもね、今めちゃくちゃ高いですからね。うわー、でこれ鮮度めちゃくちゃいいわ。僕がこの前釣ったやつぐらいかな。クエが1本入ってました。ほんでね、本当は年内釣り納めでクエ釣り行こうと思ったんですけど、予約してた日が大荒れ予報なんで多分出ないんですよね。残念。で次、こちら小魚系いきます。うわ、これも良さそうだな。うわ、でっかっ。これ超いいマイワシ。最高じゃないですか。これ丸々超えた。大きいな。こりゃいいワシだわ。これ5匹入ってましたね。これも、うわ、これってあの魚じゃない？これも素晴らしいお魚ですよ。ちょっとキャリーオンさんセンスいいんじゃないこれ。はいはい。うわー、来たね。いいね。これはうまい魚。黒ムツですね。お腹タポタポ。最後ですね。うわー、これね、気になるな、このクオリティが。じゃーん。この状態で分かった方、この魚の名前が、もうかなりお魚通ですわ。開けていきますよ。じゃん、じゃん。はい、来ました。サワラですね。今時期ですからね、サワラ美味しい時期です。僕らの地域は今最高なんですけど、他の地域のサワラはどうなんだろう。こんな感じのラインナップでしたね。鮮度はどれもピカイチです。ありがてえ。ほんで、前の恒例、鮮魚ボックスから出てきて、ちょっと全部おろすと尺がえらいことになりますんで、大型魚は片身抜き、小魚は食べる分だけおろしていきたいと思います。じゃあまず、イワシの腹だけ出すか。ほんで、鱗とか内臓とかの処理はこっちでやって、ある程度ちっちゃくなったら向こうでやります。では、イワシの頭取っていきます。にしてもいいイワシだな、これ。鮮度はどうでしょう。うわー、油もすげえ。全部内臓脂肪。とんでもないイワシじゃないですか、これ。これはね、うまいよ。ほら。これすごそう。一番これすごい。ほら。一番すごい。で、腹出すときは、頭落として、入れて、で、ここでかき出して、かき出したらここで落とす。こうすると手返しがすごい早いです。魚もひっくり返さなくても一発でいけるんで。こんな感じですね。次、黒ムツいきます。まずは、鱗を取っていきます。黒ムツは本当に美味しいお魚ですからね。大好きです。これ見たところ鮮度とてもいいので、お刺身バッチリですよ。で、片身抜きをするときは、エラ抜いてもいいですよね。エラをこう抜いちゃって、はい、エラ抜きまして、そしたら腹を割ります。そしたらここで内臓をきれいに取ります。黒ムツは歯がめちゃくちゃ鋭いので気をつけてくださいね。そしたらこの状態で下ろしていくと。下に1本、上に1本。スッと。うわぁ、めちゃくちゃ身が綺麗。はい、こんな感じですね。これが片身抜きですね。次、サワラ行きましょう。サワラはどうだ？僕はね、サワラにはちょっとうるさいですよ。ちなみにおせちに使ってるサワラはもうすべて厳選した寒サワラ、油のバチバチに乗ったやつだけ使ってますんでね、ガリガリのサワラは使ってません。さあ、頭を落としてみますね。意外と今回のサワラ
なんか細いなーって思うじゃないですか。でもね、意外と油あったりするんですよ、サワラって。まあもちろんね、ずんぐりむっくりで、もう頭のこの背中がもっこりしてるぐらいのやつが最高なのはもちろんなんですけど、意外とスリムだなと思っても油ギトギトとかね、ありますから。だから目利きって難しいし面白いですよね。さあ、今回のサワラはどうでしょうか。でかいなにしても。いやー、今年釣れんかったなー。サゴシはね、たくさん釣れたんですけど、サワラはなかなか上がらんかった。今年ね、サゴシがすごく多かったんですよ。なんで来年はサワラが多いのかな。うわ、すっげえ鮮度いいよ、これ。包丁に吸い付いてくる。これはいいわ。よし、さあどうだ。はい。75点ですね。油はあるけど、まあ、こんなもんかって感じですね。こういうのいただいたものですけど、言うときは言いますから、僕。次、クエですね。じゃあ、すき引きでいきます。クエのすき引き大好き。この包丁めっちゃすき引きしやすいんですよ。この包丁買ってからすき引きが一気に上達した気がしますね。やっぱね、ある程度道具も大事かなと思いますよ。こういうパターンでも取れるんだ。初めて知った。これ、今日いいこと知ったな。この向きしか取れないかなと思ったんですけど、こっちからこうでも取れるんですね。はあはははは。お、めっちゃ綺麗にできました。あ、だったら話変わってくるな。ほら、めっちゃ綺麗に取れた。すげえ。では、型身抜いていきますね。まずは内臓を出して、わすごいクエだ、これ。ほら、意外とね、これスリムに見えるじゃないですか。ただ、これ、腹開けると、ほら、これすごいよ。内臓脂肪だけ。ほら。うまそうなクエだな。これね、何してもうまいよ。ここまでクオリティのいいのは。これどこのクエなんだろう。で、クエさばくときはここ、縁側がありますんで、この縁側をできるだけ残したい。なんで、ヒレキワッキワに包丁入れてください。クエの縁側はもう極上なので、縁側をしっかり残すようにおろしていくと。で、さばくときに絶対気をつけないかんのが、このトゲですよ。このトゲ。めちゃくちゃ鋭いんで、こう包丁入れてるときに、この指にブスッと刺さったら、パンパンに手が腫れちゃうみたいなんで、気をつけてください。魚って意外と毒がある魚イコール危ないっていう認識が広がってると思うんですけど、この毒がない例えばクエとか、あとマダイとか、そういう魚の背びれが刺さっても手腫れますからね。やっぱばい菌が入りますんで。ちょっと腹骨硬いので、そこは手羽でいきます。はい。カット。うわ、めっちゃいいわ、これ。美味しそうなクエ。じゃあ向こう行きます。はい、こちらにやってきました。そしたら、今日はお料理なんですけど、見たところ全部鮮度がいいです。なので、黒ムツとイワシ、これはお刺身でいただきたいと思います。そして、このクエとサワラなんですけど、私、今年、おせちを作りまして、そのおせちにも入ってる料理を作りたいと思います。まずこちらの寒ザワラを使って、寒ザワラの西京焼き、これ作っていきます。サワラの西京焼きは最強です。そしてこちらのクエを使ってクエのチョジャガエ、こちらを作っていきたいと思います。ちょっとこのクエをね、ピリ辛に仕上げていくという料理ですね。よし、そしたら、どのみち西京焼きで1日漬け込む時間がありますので、こちらのお刺身用の魚はしまっておきますね。黒ムツだけ少しカマを外して、腹骨もすいといて、よっと。で、これペーパーでぐるぐる巻きにしておきます。これで冷蔵庫に入れておきます。そしたらサワラのカマを外します。カマはね、僕、ある程度大きく取っちゃいます。あえて身をこんだけつけるんですよ。そうすると、このカマも一切れとしておかずで使えます。僕の晩酌用ですね。いや、75% って言ったけど、ここで見ると 88% ぐらいあるな。で、サワラってね、面白い魚で、頭の方から尻尾の方まで、もう、均等に油が入ってるんですよ。全部均等に油が入ってますんで、若干お腹の方がそれ油っぽいんですけど、この背中の方だけで見ても、頭側と尻尾側、全くね、一緒なんですよ。油の乗りが。なので、すごくね、加工しやすい魚ですよね。そしたら、血合い骨を外します。お節と目節に分けていきます。はい、お節ですね。こちらが目節ですね。そしたらおせちの西京焼きは少し小さめに切ってありますんで、この4分の1カットでいきます。こういう形で。
大体このぐらいのサイズで入っております。かなり分厚めに切ってありますんでね。で、小さく切った方が味が染み込みやすいと思いますんでね。このぐらいに切っていきます。こんな感じ。次、クエですね。クエも4分の1カットでいきます。ちなみに4分の1カットっていうのはどういうことかというと、片身を半分にします。なのでこれが2枚あると考えて、1、2、3、4、4本柵ができますよね。その4本柵になった状態で切り身にするので、4分の1カットって言います。勝手に僕はそう言ってます。そしたらクエも半分に割っちゃいます。いいクエね。本当に素晴らしいな、これ。そう、ちなみに僕はね、キャリーオンっていう事務所に所属しておりまして、よくね、ウームっぽいって言われるんですけどね、キャリオンです。社員さんの数は30人ぐらいなんですけどね、本当に精鋭が揃ってますんでね、すごくサポートには助かっております。所属メンバーもね、結構いろんな色のあるメンバーがいてね、なかなか面白いですよ。そしたらクエも渋い1カットでいきます。こんなもんですね。うわ、贅沢だな。ちょっとサワラより気持ち薄めでいきます。このぐらいですね。このクエがね、本当にね、うまいんだよ。で、このクエの原料を確保するのがすごい大変だった。なかなかないと思いますよ。クエの入ったおせちなんて。その他ね、トラフグの皮とかね、脂のりのりのキングサーモンなどなど、魚介のみで構成されたおせちですのでね、まだ皆さんおせち迷ってる方、まだ間に合いますんでね、下の概要欄から見てみてください。さあ、切れましたと。じゃあ、サワラの最強味噌の味噌床作っていきますね。じゃあ、白味噌使っていきます。で、白味噌売ってない場合は、別に合わせ味噌で作っても美味しく仕上がりますよ。本格派でいきたい場合は、白味噌ですけどね。合わせ味噌でも全然代用は可能です。白味噌ね、僕の方の地域ね、あんまり売ってないですよね。赤味噌が主流なんで。そう、本当にスーパーでね、売ってないところが多いんですよ。今日は白味噌、300g ですね。で、ここにみりんと酒と砂糖を入れて伸ばしていきます。300g に対してどうだろうな、大さじ2ずつぐらいかな。こんなもん、酒大さじ2。みりん大さじ3ぐらい入れてもいいかもしれないですね。このみりんが入ると、焼き上がった時に照りが入りますんでね。で、少し伸ばします。そうすると、カッチカチの味噌が、ほら、こうやって柔らかくなってきますんでね。ねりねりと練ってあげます。いい柔らかさですね。そう、このぐらいの柔らかさです。マッシュポテトのような、そんな柔らかさですね。で、お砂糖も大さじ2ぐらい入れます。しっかり甘さを入れていくと。いいですね。完璧。これが基本の作り方だと思います。で、サワラをこうつけていくんですけど、本格的なやり方は、味噌を敷いて、その上にガーゼを置いて、そしてサワラを置く。で、その上にまたガーゼを引いて、味噌を置くっていう感じで、味噌とサワラの間にガーゼを挟むんですよ。そうすると、こうゆっくりこう、味噌の香りと旨味がサワラに移っていくんですけど、その作り方だと香りを移すのに3日4日かかるんですよ。なので、今日はもう直漬けでいきます。で、直漬けにしても、焼く前の段階でしっかり味噌を落としてあげれば、綺麗に焼けますんでね。そしたらまず半分をバットの上に広げていきます。このサワラに直接塗った方がいいな。サワラに塗って置いていきます。ある程度塗って置いていくと。上に味噌を塗って置いていくと。よし。こんな感じですね。そしたらもうまんべんなくいきます。とにかく味噌のついてない部分を作らないことですね。これ少ない味噌で作る場合は、もうジップロックにバーンと入れて、ぐちゃぐちゃぐちゃーってやって、味噌まぶしちゃってもいいと思います。今日は一応動画なんでね、綺麗にやってますけど、家で少量のお味噌で作る場合は、これの3分の1ぐらいの味噌の量でもできると思いますんでね。はい、こんな感じ。そしたらラップをして、1日2日寝かしたいと思います。様子見てですけど、多分1日ぐらいでいいと思います。では、1日後に移動。はい、では、1日経過しましたと。こちらが最強味噌につけたサワラ。そしたら、じゃあ、お刺身から作っていきますか。まずは、イワシ。イワシは少し酢で締めましょうか。うわー、脂ギットギト。いいイワシだ。血も回っておらず、素晴らしいイワシですね。うわ、真っ白だな。で、今日もね、朝市場行ってきたんですけど、イワシがめちゃくちゃ物良かった。この時期いいんですね。イワシってこう夏のイメージなんですけど、冬もいいんですね。やっぱ魚の良し悪しっていうのは旬だけで判断できないんですよね。その海域とか、どこで取れたかとかが重要なんですよね。うわ、もうね、さばいてる時の匂いがいいもん。もう脂のある魚の匂いしてます。で、骨抜いてもいいんですけど、僕は
もうここで骨を断ち切っちゃいます。ピロピロピローっと。これ骨が半分に切れましたんでね。これすると意外と骨気にならないんですよ。サンマとかでもねやるんですけど、それ抜いた方が間違いないんですけど、もうそんな骨気にならないよって方はこれでいいと思う。やらないよりやった方が骨気にならないです。めちゃくちゃ早いしね。そしたらイワシは薄皮ついてますんで、薄皮取っていきます。で必ず頭の方からですね、頭にこう入れて皮1枚残して、ここでピロ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 ーっと。そしたらボウルにお酢を入れて、お水も入れます。そこにつけておきます。冷蔵庫で1時間ぐらいつけておきます。そしたら次、黒むつですね。黒むつはどうしような。皮引こっかな。今日は皮引いちゃいたい気分ですね。うわー、すごいいい油あるわ。この身と皮の間のこの白い層、これが油なんですよ。この油をちゃんと身の方に残しつつ、皮を引くことが大事。このテッカテカの油。これがうまいんです。そしたら切っていきます。はい、黒むつが切れました。そしたらイワシ、薄めの酢でつけておきました。で今日はこう、縦に飾り包丁を入れて、真ん中に包丁を入れます。こんな感じで、一切れ、二切れと。そしたら赤い花をちょんと乗せたら、はい、お刺身の完成。次はクエのチョジャン和えの仕込みですね。まずバットにお塩を振って、その上にクエの実を乗せていきます。で上からも軽くお塩をかけて、クエの実から水を脱水します。その間にサワラの西京味噌ですね。これの味噌を落としていきます。この味噌をしっかり落とさないと、焼いた時に焦げちゃうんですよ。この味噌ってめちゃめちゃ焦げやすいんですよ。なんで味噌を直漬けする場合は、こうやって味噌をしっかり落とすこと大事ですね。じゃあ水で洗えばいいじゃんって思うんですけど、こう水で洗うとブヨブヨになるし、味噌の風味が飛んじゃうんですよね。せっかくみりんと味噌のいい風味がついてるんですから、できるだけこうやってヘラで取り除いて、ちょっと残るんですけど、これは最後にお酒を少し振りかけて洗い流します。できるだけこうやってヘラで綺麗に取ってあげる。うわ、ほらほら、すごくいい感じに使ってますね。これ西京焼きも、これつけすぎるとすごくしょっぱくなっちゃうんですよ。これつけ具合ってすごく難しくてね。でもこれはね、すごいいい塩梅だと思いますよ。はい、そしたらここに日本酒を少しかけて、日本酒で味噌を洗い流していきます。はい、こんな感じ。味噌をシャバシャバーっと、さーっと流していきます。はい、そしたら水気をペーパーでしっかり取ります。このように綺麗に味噌が取れました。あとは焼くだけですね。そしたら串を打っていきます。よいしょ。今日は安全をとって3本串でいきます。これで落ちませんね。クエもいい感じに水が出てきましたんで、クエの水も拭き取っていきます。で、クエも一度まず焼きますので、串を打っていきます。よし、このように串が打てましたので、これを炉端焼き器で焼いていきます。で、焼く前に、このクエのチョジャン和えのチョジャンソースを作っていきます。手作りチョジャン、簡単な作り方ですね。まずコチュジャン大さじ1。で、お砂糖も大さじ1。で、お酢も大さじ1。で、ごまを少々入れて、混ぜるだけですね。はい、これで簡単チョジャンソースの完成ですね。そしたら火加減は、弱火の遠火でじっくり焼いていきます。強火で焼くと焦げちゃいますんでね。クエもじっくり焼いていきます。そしたらお皿に盛り付けていきます。熱いうちに串は抜かないと抜けなくなっちゃいますんでね。くるくるくるっと回して串を抜いていきます。クエですね。でこのクエにもチョジャンをこう塗ります。で少しだけチョジャンにも火を入れます。そうするとお酢の酸味が少し軽減されますんでね。香ばしいいい匂いが漂ってきましたね。これがね、うまいんですよね。このクエと辛味ってね、合うんですよ。まあでもクエは何してもうまいからな。はい、出来上がり。
はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、食べていこう。まずこちらが、黒ムツとイワシのお刺身ですね。で、こちらが、僕のおせちにも入っている料理ですね。寒ザワラの西京焼きと、クエのチョジャン和えですね。どちらもうまそうでしょう。じゃあ、いただきます。まず、お刺身からいきますか。黒ムツからいきますね。うまそうな黒ムツ。お醤油につけて、いただきます。うわー、うまー。いい油なんだよな。黒ムツの油って、本当にこの、甲殻類の香りがするんですよね。刺身で食べるとね。で、飲み込んだ後も舌にずっと旨味がくっついてるんですよ。でも、脂っこくないんです。これがね、黒ムツのうまさなんですよね。やっぱ深海魚ってこういう魚多いですよね。この赤ムツほど脂こってりじゃないんですけど、この黒ムツ特有のプリプリした甲殻類にも似た旨味。これがいいですよね。プリップリ。すげえうまい。見た目はちょっと怖い魚ですけど、刺身になるとこんなにピンク色で綺麗な身なんですよ。ではお次、イワシいきますか。よいしょ。これすごいよ、この油。いただきます。うまっ。イワシうまっ。これは握りもいいね。うわ、これ最高だわ。いい油あるね。じゃあ次、こちら本命いきましょうか。じゃあまずサワラからいきますか。この綺麗な焼き具合見てください、これ。このきつね色。これが西京焼きですよ。味噌がベタってついてると、こうも綺麗に焼けないですからね。西京焼きは味噌を綺麗に落として、ほんで弱火でじっくり焼いてあげるとこんなに綺麗に育ちます。ではこちらいただきます。これはめちゃくちゃうまい。うまいけど、僕のおせちに使われてるサワラの方が油あります。こんなもんじゃないです。ちょっとポソッとしますね、やっぱりね。おせちに使ったものはもう寒ザワラの油すごいのいきましたんで、もうそこは絶対こだわってくれって言ってこだわってもらったポイントなんでね。味付けはすごいバッチリなんですけど、ちょっと油が弱いかな。じゃあお次、クエのチョジャン和えですね。これうまそうだな。僕ドンピシャですね。ではいただきます。うまっ。やっぱ白身とチョジャン合うな。ほんでクエが抜群にうまいな。いいクエ送ってくれたわ。こんな美味しい料理にはこれですね。でん、銀色のやつ。もう年末年始か。1年早いな。よし。はい、こちら7対3、綺麗に決まりましたね。いただきます。至福のひととき。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は事務所からいただいた海鮮ボックスの中から出てきたお魚を使って、おせちに入ってる料理やお刺身作って食べてみましたけども、うまかったね。センスのいいお魚ありがとうございます。今回僕の作ったおせちの中に入っている寒ザワラの西京焼きとクエのチョジャン和え作ってみました。うまかったっすね。でもサワラはね、もっと美味しい。おせちのやつの方がおせちの中に入っていますので、ぜひ皆さん食べてみてください。その他にもたくさん魚介の具材が入ってますんでね、お正月は僕の作ったおせち、海手箱と銀色のやつ片手に正月番組見てゴロゴロして、もう昼間から酒飲んで初詣行って楽しみましょう。で、今日作った料理以外にも本当に自信がある料理しか入ってないです。で、ほぼ全部お魚で構築されてるし、で、ほとんどの食材を国産物にこだわりましたんで、このおせちはね、なかなかないと思います。でもその代わりちょっと高くなっちゃいましたけどね。高いので、まだおせち決まってなくて、予算が合うなって方はね、検討してみてください。多分まだこの動画上がってる頃まで販売してると思いますんでね、ぜひご検討お願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。